チャコが海にそう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 。なってるみたいなこと？はい。すごそうーい。これね、圧巻ですよ。これが結構ずらーっと並んでるんですよ。うんうん、あ、これもずらっと並んでんだ。ここだけじゃないんだ。そこの漁業関係者の方から、なんかホタルイカの干したものをいただいたので、へー美味しい。と、めっちゃ美味しい。いいですよこれ。そう1枚ずつライターとかで炙って、ライターで？そうライターで炙ってなんかチリチリと音がするぐらいまで炙ってで食べなんかそのライターのオイルの味とかもなんかいいアクセントになるみたいなこと言ってましたね。この人そうやって食べてんの？はい。MC の豆助です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。お願いしはい、よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。簡単ズボラ飯。日々忙しい生活を送るとどうしても簡単に料理できることも非常に大事じゃないかと思います。そこでですね、今日は調理時間も短く簡単に料理できるズボラ飯をご紹介ください。まずはしょうこちゃん、あなたのズボラ飯を教えてください。私のズボラ飯のコンセプトは一貫してて、まな板を使いたくない。なので、はい。あゆみさんにはあれなんですけど、まな板使いの方にはちょっとあれなんですけど、まな板を洗うのが結構嫌なので、カット野菜とかそういうのを、なるほど、なるほど。もうまな板使ったら負けぐらいのね。そう、使ったら負けぐらいの気持ちで。あ、いいですね。出来合いのものとかをだからうまく組み合わせたりするのが好きなんですけど、まずはこの前ちょっと収録でお話ししたミシェルさんにパスタをいろいろ教えてもらったんですね。で、まあよくわからんままそのミシェルさんの話を聞いたら、なんか結構面白くて、で聞いた後にカルディ行って、日本にあるカルディっていう、はい、世界の食材様々ね、でちょっといろいろ買ってみたんですよ。はいはい。ミシェルさんが言ってたのはペンネっていうパスタはアラビアータで使う。はい。はい、教えてくれたんで、ちょっとアラビアータやってみたいなと思って、なるほどなるほど。ペンで買ってみました。で、アラビアータっていうと、辛いトマトソースのパスタなんで、トマトソースもカルディで売ってたので、なんか瓶に入ったトマトソース、なんか人気の商品らしいですけど、これこれのガーリックがすごい人気。まあバジルも人気だけど。そうなんですね、ガーリック。これをオリーブオイルに唐辛子を炒めて、で、辛さ出してからこれ入れて、もうそんなぐらいでいいんだ。はい、もうそれぐらいにしました。で、サバですよ、ここで。はい。サバのね、味噌煮缶を入れると、トマトと結構合うんですよね。トマトソースと。これおすすめで。確かにカルディ行くとね、よくサバ売ってるんだよね。海外の。水煮缶とかね、はい。あれ、合わせやすいっていうか、そういうニーズがあるんだろうな。いや、今言われて初めて気づいたんだけど、カルディにいろんな種類のサバがさ、あちこちに売ってるんだけどさ、そういうことなんだ。パスタに合わせると美味しいんだ。パスタに合わせてもいいし、まあそのまま食べる人もおつまみとかでいるだろうし。もちろんそうなんだ。ただね、これ美味しくなかった。ダメなの？美味しくなかったんですよね。っていうのも、サバの味噌煮缶が甘いタイプだったんですよ。めっちゃサバの缶詰によって多分メーカーさんの味付け違うじゃないですか。で、多分ご飯と食べるんだったら全然問題なかったと思うんですよ。ちょっとパスタには、今回のやつには合わなかった。バジルのやつには合わなかったけど。アラビアータにするには、もうちょっとしょっぱめのやつが良かったかなと思って。
なるほど、なるあんま合わなくて美味しくなかったです。でもまあ調理時間自体はもうはい。2分っていうか2、3分ちょっと温めて混ぜてみるぐらいな。もうパスタ茹でる時間の方が長いぐらいです。長いぐらいの勢いで。なるほど。続いては何かありますか？ズボラ飯。はい。魚を焼くときは、オーブントースターで焼いちゃう。全部。まあ、一人暮らしのお家ってその魚焼きグリルとかはない家が多いと思うんで、はい。まあ、何で魚焼くかってなると、私はオーブントースター。なんかオーブントースターに鉄板みたいなのが大体ついてると思うんです。ある。はい。それにアルミホイル敷いて、そのままその上に魚乗っけて焼く。で、以前ご紹介したサバパン、サバに焼きサバとパン、あれもズボラではあるんですけど、はい。なるほど。パンも焼けるし、サバも焼けるし、みたいな。両方一気にできちゃう。なるほどね。はい。あと、お写真で出したんですけど、伊根っていう場所の漁業関係者の方から、ホタルイカ、こういう観光名所もある場所なんですけど、そう、日本海のとってもね、いい場所なんですよ。だってこれ、海にも面してるんだけど。船をね、これ一家一台持っていらっしゃるようなところかな。ああ、もう、あれだ、車庫が海にそうなってるみたいなこと。はい。すごい。これね、圧巻ですよ。これが結構ずらーっと並んでるんですよ。これもずらっと並んでんだ。ここだけじゃないんだ。そうなんです。これはどこ？何県？京都府の伊根っていう場所なんですけど、海の色も綺麗です。とってもいい場所です。マグロとか養殖してて、伊根マグロっていう、はい、マグロもあるぐらいの、お魚は結構漁師もいっぱいいてみたいな場所なんですけど、そこの漁業関係者の方から、なんかホタルイカの干したものをいただいたので、美味しい。めっちゃ美味しい。ホタルイカの干したやつ？はい。美味しいですよ、これ。そう。これ結構日本海ではお土産のショップとかに結構定番であるものなんですけど、このまま1枚ずつライターとかで炙って、ライターで？そう。ライターで炙って、なんかチリチリと音がするぐらいまで炙って、で食べる。なんかそのライターのオイルの味とかもなんかいいアクセントになるみたいなこと言ってましたね。この人そうやって食べてるの？はい。でもまあ私はタバコ吸わないからライターとかないから。ないじゃん。持ってないでしょ、今。はい。私そんな1個ずつなんて私めんどくさいから、全部オーブンで。まあオーブンでね。はい。しょっぱいんで、ご飯いっぱい食べれる。いけるの？はい。苦い、ほろ苦系の。大人は好きだと思います、あの味は。お酒飲みのとかはもう。なんか酒のつまみな感じに見えるけど。そうですね。はい。で、これもまたホタルイカ。私の大好きな吉池っていうスーパーで買ってきたラインナップなんですけど、これは鍋に入れるだけで出来上がる。いいね。鍋料理だ。はい、これは鍋料理です。で、宮城県のお料理でせり鍋っていうお料理があるんですけど、それは根っこごと食べるんですよ、宮城県の。で、土ついたまま食べるんですけど、その土ついたままのセリをそのままどっさりお鍋に、もう山盛りぐらい土鍋の。そうなの？はい。もうそれがね、すっごく美味しいんですけど、それをイメージして、イメージして、その根っこの部分は、まあちょっと普通の泥なんで、まあ食べなかったんですけど、セリはハサミでちょきちょき切って、包丁つかない。まな板と包丁つかない。それね、包丁、ハサミは OK ね。ハサミは OK。で、あとはその牡蠣と、ホタルイカ、目取ってホタルイカをそのまま鍋に入れて、なんかだし汁かなんかで煮たかな？美味しそうだね。はい。で、これはもみじおろしか。もみじおろし出して。はい。で、ポン酢を、朝日ポン酢っていうポン酢が大好きなんですけど、初めて見るな。これがこだわりなのね。このポン酢めっちゃ美味しいです。大好き。そう。おすすめ超。美味しそうですね。今のお野菜も食べれるし。そう。セリは絶対美味しいね。
やっぱな、鍋はね、簡単だからね。うん。まあ、セリも1種類ぐらいだったらね、まあ、野菜何種類かになるとね、ちょっと時間取られずってね、まな板使っちゃうけど、まな板を使わないって意味じゃね。使わない。ハサミだけだし。で、オーブンで焼いただけシリーズなんですけど、サンマの干物とか、はい。焼くだけはね。美味しいんです、サンマの干物も。で、私のおすすめの食べ方、これは牡蠣ですね。蓋ついたままの牡蠣を買ってきて、で、その蓋ついたまま焼く。中でしっかり加熱されて蒸されて、こんな感じで美味しい。最終的に自分でガチャガチャやって、蓋取らなきゃいけないっていう感じになる。まあ、加熱すると、もう結構、もうポロッと取れます。あれ、取れにくいのは、貝柱がしっかり、生きてるから貝柱をしっかりつけてるから、開かないんですよ。だけど、加熱しても死んじゃったら、もう結構パカッと。ただ、熱いんで気をつけなきゃいけないですけど、それぐらいです。いいですね。はい。レモンかけて、お好みで、ポン酢でもいいですけど、はい。食べると美味しい。まあ、あとはポン酢とか、そっちの、あとは味変じゃないけど、そっちのね、バリエーションの楽しみっていうのはあるよね。はい。おすすめです。はい、わかりました。ありがとうございます。では続いて、あゆみさん。あなたのズボラ飯教えてください。私のズボラ飯は、焼くだけのいろいろ焼き。ほう、いろいろ焼き。いろいろ焼きだけに何ですか？何をいろいろ焼いちゃうんですか？いろいろね、その時に、まあ、あるもの。で、そういうね、ありますね。ソーセージとか、まあ、鶏肉があったら鶏肉とか、あと野菜。これは確か豚かな？豚バラかな？鶏もあるかも。そうそう、いろいろ何でも焼いちゃう。焼くだけ。焼肉みたいなことですか？そうそうそう。プレートでも焼いちゃうみたいなことなの？そうです。なんだろう、いわゆる日本でいう焼肉と思っちゃえばいいのかな？鉄板焼きみたいな感じ。こんな感じで。いいな、また。猫もいいな。猫もね。しっかり家族。これは、あゆみ監督、どういう演出をしたらこの2人になるんですかね、これは。チーズって多分言ったんやと思う。日本だったらね、これ焼肉のタレとかがやっぱりつけて食べるみたいな感じになると思うんです。これは何をつけて食べるんですか？男子たちは多分ケチャップとか、マヨネーズとか。意外とシンプルなんですね、そこは。特別なドレッシングとかタレはないんですね。ない。この左のやつは何なんですか？この赤いやつは。これまたラー油ですね、同じやつ。ラー油か。ラー油。はい。ナムルですね。四角い箱に、四角いお皿に入ってるの。それ多分ラー油かけて食べたんやと思います。あとお肉とかにもラー油かけたりとか、あとコチュジャンつけて食べたりとか。まあでも、焼肉っちゃ焼肉か。豚ベースね。そうですね。マッシュルームとかもっていう感じね。あゆみさん自身はそして何をつけて食べてるんですか？私はコチュジャン。コチュジャン。メインに。いや、あれなら逆に、なんだろう、日本の焼肉のタレでいいんじゃないかっていう思いもするんですけど。いいでしょうね。それは、ね、多分合いますよね、普通にね。そう。本当にもう用意してっていうだけですね。はい。いいですね。わかりました。では続いて、あゆみさん、あなたのズボラ飯教えてください。私のズボラ飯は、ゆで豚料理です。これは、お鍋に、鶏ガラスープとか、コンソメとかでもいいんですけど、そういうスープ系を入れといて、で、そこで、豚バラとか、鶏の胸肉とかでもいいんですけど、それを茹でる。で、茹でて、ブロックのまま茹でるんですね。で、茹で上がったら、揚げて、置いておいて、その間に、その茹で汁の中に、もやしを入れて、で、さっと茹でて、もやしを揚げて、ナムルにする。で、さらに、豚の出汁とかもやしの出汁が出たの
がそのままスープになる。うん。なるほど。はい。ということで、無駄もないし、うん。お鍋1個で済むし、楽ちんです。茹で汁とかをうまく再利用っていうか使っちゃってね。で、旨味も出るし。そうそうそなるほど。う。はい、それいいですね。美味しそう。なんかね、まあ、しゃぶしゃぶっぽいのかなとかちょっと思ったんだけど。そうですね。それでもいいと思いますよ。薄切り、こっちは薄切りが簡単に手に入らないんで、そっか。こういうふうにしますけど、入るんだったら、普通の牛肉のしゃぶしゃぶとか、豚肉のしゃぶしゃぶとかでも。そっか。感覚としてはやっぱそれに近いところがあって、ちょっと逆に言うと厚切り肉しかないから先に茹でちゃって、そう。なるほど。で、刻んで、で、残ったものは残ったものでアレンジして食べちゃうって。そう。そういうことか。なるほどね。しゃぶしゃぶっぽく見えないけど、ね、原理としてはしゃぶしゃぶっぽい感じで、食べちゃえばみたいな。しゃぶしゃぶとか、もっと時短やと思います。だって私のはブロックやから、ちょっとそこそこね。やらなきゃいけないし。しょうこちゃん言うとこのそれはズボラじゃないわよっていう。そう、ちょっと思ってた。私でもできそうってすごい思ってて、なんかブロック肉とか私買ったことないんですよ。はい。そういうのも挑戦したことなくて、で、挑戦しやすいなって思ったんですけど、でも私がもし買って、で、やるぞってなると、全然そのズボラ飯じゃないですね。もう気合の入った飯になっちゃう。気合の入った飯になりそうだよね。はい。そうか、ゆで豚みたいになったらなんかね、簡単そうだね。そうですね。タレを任せみたいなね。そう。まあ、それはやっぱ簡単ですよね。なるほどね。はい、わかりました。いろいろ参考になります。はい、ありがとうございます。